出先でというかツアーとかでホテル行った時は部屋で爆音で流して踊ってテンション上げてます。めっちゃやってました。GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。相澤翔太です。今回は僕の人生において大切な楽曲を紹介したいと思います。GQ プレイリストオブマイライフ。それでは行ってみましょう。最初の曲はテレサ・テン、時の流れに身を任せ。小さい頃から音楽を聴いて、テレビで音楽番組を見て歌う人になるんだろうなっていうのがぼやっとあって、高校生ぐらいの時に音楽を習い始めたり、バンドでボーカルをやり始めたりっていうタイミングで、カラオケで家族でこう行った時に祖父母も一緒にいて、時の流れに身を任せを歌った時に、そのおじいちゃんおばあちゃんがめちゃくちゃ感動してくれて、歌いいねって言ってもらえて、それがその僕の決心のタイミングでの出来事だったので、歌に覚悟した状態で初めてこう歌を聴かせて、それがちゃんと褒められて、つい先日初めて相澤翔太としてライブを見せれたのもあって、なんかこのタイミングで振り返りたい一曲だったのはあります。結構その日本のちょっと前の曲というか歌謡曲みたいなのはすごく聴いてて、高校生の時は、歌にこう決心をしたのはあるんですけど、軽音楽部でボーカルやりながらも機械体操部でアクロバットやってたりとか、当時のバンドでは僕ボーカルだけだったんですけど、バックナンバーさんとかラッドウィンプスさんとか当時流行ってた日本のバンドを歌ってましたね。続いての曲はスキマスイッチの奏です。この曲はその僕が高校生になって初めて音楽スクールに通わせていただいて、とにかく歌が上手くなりたいとか、いい歌を歌えるようになりたいって思った時に、そのカバー曲をいっぱい歌ってた中で、この奏っていう楽曲はすごく思い入れがあって、そこで作ったというか、そこで出会った相方とカラオケで一緒に練習したり、2人で歌ったりとか、一番すごい時は週それこそ 3,4 とかで会ってて、スクールで歌ってその夜カラオケ行ったりとか、そこから卒業した後に初めてこうユニットを2人で組んで、彼がギターを弾きながら歌って僕が歌のみで、路上ライブちょろっとやったりとか、うまく歌えるようになりたいっていうのは今よりすごく思ってたかもしれないですね。なんか今はありのままにみたいなのを意識するようになったんですけど、当時は人前に立って歌ってうまいって言わせて、まっすぐというか狭く頑張ってた感じがしたので、こので歌ってるデータは携帯にまだ残ってます。2016年5月の7日奏でっていうメモ帳があります若いですね続いての曲はフューチャーのパイフィーチャリングクリス・ブラウンです。僕の中で一個ルーツが増えたタイミングではあるんですけど、大学生に入ってずっとやりたかったダンスをで、ヒップホップダンスをやりたいなと思って、その中で初めてクリス・ブラウンで踊って、これが R&B のかっこよさなのかってなって、今僕のルーツにある J-POP のキャッチーさと、もう一つあるのがその洋楽とかのグルーヴだったり R&B の踊れるボーカルみたいなのを、やっぱりクリス・ブラウン自身も歌って踊るしっていうのを本当に教科書のように YouTube を見てこうなりたいっていうのをすごい思ってたんで、大学生の時は本当にダンス中心のというか、ここまでハマったことがないっていうぐらいダンスにハマってて、でそのダンスを始めたことによって自分の中のやりたい音楽像がどんどん変わっていって、でさっき言ってたその高校の時出会った相方とは一旦休止して、自分自身でやりたい音楽はどういうものなのかって考えるようになったのはダンスきっかけですね。続いての曲はミゴスのバーダンブージーフィーチャリングリルージバートです。曲を聴いた時のグルーヴだったり乗るっていう部分に、それが好きなのかもな自分はと思って、ミゴスのライブの映像とか立ち振る舞い、立ち方、歩き方、腰の位置、目線、なんか僕の中でダンスがその本質的なノリとかそういう風に切り替わったタイミングで一番聴いてたのがミゴスで、自分の中でのダンスの一つの教科書がミゴスの立ち方とかだったりします。手振りで決められた振りをやるっていうよりかは、形として踊らないっていうのがすごく僕は大事にしてて、この胸のウェーブ
一個こう乗るにしてもこの形を覚えるのではなくてここのグルーブを覚えるというかグルーブを体から出せるようにみたいなのにすごい意識をしてて、向こうのラッパーとかが自然にやる手振りだったりが一番かっこいいなとか思ってたので、ライブする時の立ち方とかも結構影響をちょっと受けてんじゃないかなと思います。続いての曲はカリスワークディストリクトの Teach Me How to Doggy です。海外のラッパーとかのノリにこう着目していって、どんどんそっちにはまっていって、海外のストリートで若者とかが遊びでやるステップとか、当時なんか楽曲と一緒にそのタイトルがついたステップが流行るみたいなことがあって、その時リアルタイムだったらヒッツ&フォークスとかこういう動きとかが流行ってた時で、そこからどんどん遡っていって、ちょっと前にこうネイネイっていう動きがあったりとか、あとなんかスキッツとか、その海外のストリートのステップとかノリにめっちゃハマってた時に、僕はこのドギーダンスにめちゃくちゃハマってたっていうのがあって、でドギーダンスをこの Teach Me How to Doggy で踊るのがめちゃくちゃかっこよくて気持ちよくて、出先でというかツアーとかでホテル行った時は部屋で爆音で流して踊ってテンション上げてます。続いての曲はシナプスです。大学2年ぐらいまでは本当にずっとミゴスとかを聴いてて、その中で仲間がこう振り付けを作って練習するみたいなタイミングでこのシラップくんのシナプスで振り付けを作ってて、でその曲聴いた時にこれ日本なのみたいになって、当時多分ループが出たてとかの時かな、ソウルフレックスっていうクルーがあるっていうのを知ったり、日本の R&B アーティストを知ったきっかけは完全にシラップくんなので、一人のアーティストにめっちゃハマるとか、もうこの人だけを聴きますみたいな時あんまないんですけど、なんかシラップくんとかソウルフレックスは特別で、そのタイミングで自分自身もそういう音楽を日本でやりたいって明確に思ったので、自分のやりたい音楽像が日本でフィットする形があるのかもって思わせてくれたのが、ループとかだったので、それまでは相方がいてアコースティックギターと一緒に作ってたんですけど、この R&B を知ったタイミングでタイプビートだったりとか、友達が作ってくれたビートとか、いわゆるその DTM 系のトラックに乗るみたいな作り方をし始めたのはちょうどこの時ですね。最近はもうなんかそんな憧れの存在だったシラップくんとお話しするタイミングがあったりとか、会った時なんだっけな、めっちゃお笑い好きみたいな話をすごいしてたなんか夢みたいだったんで、あんまりうわシラップくんだっていう感じがすごくて、今はなんかマイクあれどうやって持ってんですかみたいな、もう先生みたいにいろいろ聞いてて。続いての曲はソルのライドフィーチャリングタマです。韓国とかアジアの R&B の音感がすごいまた日本とちょっとは違って、中でもこのソルは歌声がひたすらに好きで、こういう曲作りたいんだよねっていうのをすごく思い出させてくれるというか、やっぱ韓国の R&B にすごく影響を受けたのがあるので、なんかメロウな部分とキャッチーな部分とエモーショナルな部分がすごい強いなって思って、その当初 J-POP から始まってクリス・ブラウン、ミゴスとかのヒップホップ R&B があって、日本のヒップホップ R&B を聴いて、アジア圏内の R&B を聴いて、なんか少しずつ多分僕吸収していっていて、それがすごく固まったタイミングが大学卒業して曲を作ってっていう時で、当時多分初めてそれこそリリース、自分の作品を世に出したのが初めてで、音楽で生きていくっていうののために曲を出さねばっていうのがあったので、仲間と作った曲を出したりとか、こういうアルバムを作って出そうみたいな企んでて、すごい企んでもがいてバイトして皿洗いながら歌詞考えて、どうしようってなってた時に、オーディションを受けて今この形があるんですけど、踊りながら歌うってことは本当にしてこなくて、なんとなく別軸でやってて、大学卒業したタイミングで歌にこうシフトしたというか、でもどっちもやっぱやりたいなっていうのがあって、なんかずっと一個のルーツとしてダンスを持ってて、それを初めてこのオーディションみたいなもので歌とダンスを一緒にっていうのができたんで。続いての曲はビビットボーイウッフフィーチャリングクッキープラントです。フィーチャリングで入ってるクッキープラントが僕の兄貴分的な存在でして、僕がヤムフェリーとして名前を変えて気合い入れてやっていこうって時にこの曲が多分出てて、改めて
兄貴たちかっけーって思ったのと、同時にそのリリックで言ってることというか、変わらず仲間とやり続けるふざけたダンスっていうリリックがあって、それがなんかすごい刺さってというか、マイナーなところだけどそんなの関係なく好きなことをやってる、なんか自分たちで踊ってる自分たちの大好きなダンスをこのふざけたダンスって言ってるスタンスがめちゃくちゃ好きで、ビビットボーイくんとかも師匠が同じだったりしてダンスで知った先輩って感じだったので、なんかそんな彼らがめちゃくちゃかっこいい曲かつすげえいい曲で、なんかヤムフェリーでやりながらオーディションを受けてたタイミングだったりもしたので、なんか大事なものを思い出させてくれるというか、やりたいことを大事にそれを形にっていうのを、ウフがあったおかげでこう忘れずにというか入れて、そのまんま変わらず来れてるんで、目標が大きくなったっていうのはあるかもしれないですね。もっとでかいところにみたいなのはあんまり考えてなかったんですけど、なんかその大きいステージで仲間を呼んでライブをしたいっていうのがやっぱあるんで、なんか仲間と一緒に音楽をずっとやり続けて、でも仲間がそれをかっこいいって言ってくれて、家族がそれを最高って言ってくれて、なんかずっと誇りであれればなというふうには思ってます。それは変わらないかなって感じします。以上が僕の人生のプレイリストです。皆さんいかがだったでしょうか。今回8曲選んでみて、その一曲一曲に紐づく他の楽曲とかもあったりするんで、その辺の曲聴き返したいなって思いました。GQ プレイリストオブマイライフ、相田翔太でした。またお会いしましょう。